はい、家でウィークエンド Vlog を撮るのはだいぶ久々な気がしますが、変わり映えのない日々を送っております。なので、コーヒーを入れたいんですが、で、最近コーヒーの道具をですね、ちょこちょこアップデートをしていたりして、コーヒー私ハンドドリップで入れるようになって道具揃え多分2、3年ぐらい、3、4年ぐらいか経ってきたんで、こういうね、ちょっとした道具、このツバメコーヒーのホーローの計量スプーンもなんですけど、こことかちょっとホーローが剥げてきちゃったりとかして、結構ね、劣化してきたものが出てきまして、で、まずこれね、コーヒーのピッチャーなんですけど、ドリッパーの下に置くやつ。これキントーのやつで、もうスペアも含めて2個持ってるんですが、もうね、傷だらけなんですよね。わかんないですかね。というか、ここで見た方がよっぽどわかりやすいですね。洗ったら取れるとかそういうレベルじゃない、傷っていうのかな。もう細かい傷がたくさんついちゃっておりまして、ちょっとね、見た目もあんまりよろしくないのですよね。なので今回はこのピッチっていうピッチャーに買いました。ちっちゃいリトルピッチとピッチって大小サイズあるんですけど、これはちっちゃい方で、ここまでが確か 180ml、 180cc で、ここまで入れるとさらに 180cc みたいな容量だったので、だいたい1人分用っていう感じですね。はい。ここのね、口の切れがすごくいいです。注いだ時に垂れてこない。これ大事。あとこれはですね、すでに私がいつも使ってるこの折り紙ドリッパーのホルダーです。こんな感じで使うやつ、ピタッとはまって、水平をしっかり取ってくれるっていうアイテム。こうやって使うわけですな。これはちょっと前からあった方が使いやすそうだなと思ってたので買ってみました。この色も可愛いなと思って、ちょっとね、なんか木目意識したみたいなちょっとしたラインが入ってますね。しっかりホールドしてくれます。と言いつつ、このね、折り紙ドリッパーも結構繊細なせいもあるんですが、若干ね、ここが欠けちゃってんですよね。ほら、ギザギザがちょっと削れちゃってるというか。なのでちょっと買い替えようかも迷ったんですが、まだまだ使えるっちゃ使えるので、とりあえず。で、これはね、ちょっと気になってて欲しかったので、このリトルピッチを買うのとついでに買ってみたドリッパーです。これ超不思議な形してるじゃないですか。この細さと角度。これはフラワードリッパーっていうドリッパーのディープ27っていう製品なんですけど、いっぱい抽出用のドリッパーで、そんなに技術がなくてもただただ真ん中にお湯を注いでいくだけでとても美味しい究極の一杯が入れられるよという触れ込みのドリッパーです。
このね27度っていうこの鋭角にすることでコーヒーの層の厚みを作ることによって、その豆のうまみっていうのを少ない豆だったりしても最大限引き出せるみたいなドリッパーらしくて、すでに12回飲んだんですけど、確かにただただここにほんと注ぐだけでめちゃくちゃ美味しいコーヒーが入れられる感じがしてます。特に私は浅入りのコーヒーばっかり飲むので、結構こうなんて言うんだろう、旨味を抽出するのが難しいというか、ただただ薄いコーヒーとかになりがちだったりするんですけど、それはねないで、ちょっと特殊な形してるので、このディープ27用の、フィルターを使って入れます。アバカプラスディープ27コーヒーフィルター。はい、ということでアバカフィルターをこれも一緒にゲットしまして、最近はこんな道具たちでコーヒーを入れとりますので、今日もコーヒー入れます。ちなみに今飲んでいる豆は先日京都で買ってきたウィークエンダーズコーヒーのエチオピアです。めっちゃ美味しいです。いやー、これはむちゃくちゃいい香りがします。いただきます。おいしい、最高。ほんと自分のドリップの腕が一ランク上がったような感じがします。美味しい。ちょっとこのねマグも相当傷だらけなので買い替えたいんですけど、次何にしようかなって考え中です。というわけでちょっと今軽く洗ってきましたが、この、フラワードリッパーのディープ27はめっちゃおすすめしていいものな気がするんですけど、自分でドリップコーヒー入れてみてなんかいまいち美味しさがわからんっていう方をこのドリッパーに変えたら絶対違いを認識できると思います。ただ2点ほど個人的に難点があるなとは思っていて、1個目はやっぱりこの専用のフィルターを使わなきゃいけないので、これが近くのお店とかに売っている可能性はかなり低いと思われ、入手性フィルターの
入手性がさほど良くないっていうところと、あとはメンテかな。ここは結構細いので、私は直線機に入れちゃうのでそんなに関係ないっちゃ関係ないんですけど、手洗いされる方とかはちょっとここが細すぎてメンテナンス性があんまり良くないっていうのはあるかもしれない。まあでもその2点のウィークポイントを超えるぐらい美味しいコーヒーが入れられるとは思います。うん。そうそう、最近このタイポッシュっていう中国の新しいレンズメーカーさんのですね、このシメラ 28mmF1.4 っていうレンズをですね、よく使っておりました。まあ 28mm なんでちょっと室内だと私は撮りづらいなって感じるんですけど、やっぱ外外出した時とかはね 28mm ぐらいの広角で撮ると結構楽しいんですよね。でこのレンズ M マウント、ライカの M マウント用のレンズなんです。であとこれ 28mm なんですけど、同じ明るさ F1.4 で 35mm っていうのもあるみたいで、タイポッシュの日本の代理店をされてるレイドさんが使ってみてくださいなということで送ってくださったレンズなんですよ。でまあZF はもちろん M マウントじゃないので今ちょっと別のレンズついちゃってますが、テックアートの、マニュアルレンズを AF 化できるマウントアダプター、 M マウントから Z マウントに変えるやつ、これを、かませて ZF につけて使っておりました。でこのレンズはねすごく、個人的にはかなり好きな感じの写りをするレンズで、これちょっとやっぱり重い。このねテックアートのアダプタ自体がすごく重いんですよね。でこのレンズもまあ正直そんなに軽い方のレンズではなくて、どちらかというとこう質感高くてずっしり質量のある感じのレンズで、まあ絶対風につけるとちょっと重いと、それだけが難点で、この度このシメラシリーズの Z マウント版、これ色違いのシルバーなんですけど、これが出るっていうことでまたレイドさんが送ってくださいまして、中身は多分ほとんど同じだと思うんですけど、ちょっと M マウント版に比べるとやっぱり長さが長くなってますね。あとここのロックがない。重さは多分ねほとんど変わらないので、これをマウントアダプターにつけて Z マウントのカメラで使うよりは全然軽く軽量化はできるなと思います。まあちょっととりあえずこれをつけて今日は出かけてみようかなという感じで、まあ詳しいもう少しレビュー的な部分は後日お話しできたらなと思ってます。はい。で今ちょっと一個思ったことがあり、ここまでの動画ってこの、ニコンの 24120F4S っていうレンズで撮ってたんですけど、このレンズ多分唯一の難点があんまり寄れないっていうとこにあるんですよね。ですごいよく映るし、広角端 24mm から望遠端 120mm、 しかも F4 通しっていうすごい便利なレンズなんですけど、まあ室内で Vlog 撮る分には 120mm までは正直なくても問題ないし、なのでちょっともう少し寄れる2475とかのレンズを
1本持っておいた方が便利かもっていうのを思いました。選択肢として多分ニコンとタムロンかなとかになってくるのかな。ね、個人的に最近2870かな F2.8 っていうレンズがシグマさんが出てたと思うんですけど、それ結構気になってたんですが、あれは残念ながら L マウントと E マウント版しか確かなかったはずなので、なんか結構寄れて、かつ広角 28mm スタートぐらいで標準域まで撮れるズームレンズおすすめありましたらぜひ教えてください。 Z マウントで。君たちかわいいね。はい、というわけでレンズつけてみました。 ZF ブラックのボディなのでシルバーのレンズはどうなんだろうって思ったんですが、思ってたよりかっこいい、マッチしますね。でちょうど今これまだプロトタイプで発売するかもわかんないんですけど、このエッセンシャルカメラストラップのこれね、白じゃなくてシルバー、このねプロトタイプのストラップをちょうどつけてまして、色味的にはぴったりですよね。なかなかかっこいいのではと思います。上から見るとこんな感じ。ちなみにこの角型フードはもちろん外せます。KTP が今日は昼から飲みたいということなので、串カツ田中に来ました。紅生姜が好きです。